どうも皆さんこんにちは。今日はちょっといつもとセッティングが違うんですけれども、ルミナ4を使ってモノクロ写真を仕上げていきます。ルミナ4についてはすでにいくつか動画を作ってあるので、詳しいことはそちらをご覧ください。今回もルミナ4のディスカウントコードをいただいています。ちょっと使ってみたいなと思った方はそちらを使ってぜひお得に手に入れてください。サイトのリンクと一緒にディスカウントコードもこの動画の説明欄に載せておきます。それでは早速始めていきます。今日使う写真はこちらです。これは富士フィルム XT2 と XF23mmF1.4 レンズでローで撮ったものです。今これはルミナ4デフォルトというプロファイルが当てはまっている状態です。ルミナ4を開くと自動的にこのプロファイルが当てはまって出てきます。もし違うプロファイルから始めたいという方はここから選択することもできます。今回はこのルミナ4デフォルトをそのまま使用していきます。まずこれ全体的に見て空が寂しいですよね。すっかり空の部分が空いちゃっていて間延びしている感じがします。こういう写真を撮るときって空に雲がある方が表情が出るんですけど、なかなか毎回そんなグッドタイミングにばっかり出会えないですよね。というわけでルミナー4の人気ナンバーワン機能スカイリプレイスメントを使って空を入れ替えちゃいます。まずレイヤーを作ります。レイヤーボタンをクリックします。プラスボタンをクリック。ここでは新規スタンプレイヤーを作成をクリックします。このレイヤーに名前をつけておきます。この点々点をクリックします。レイヤー名の変更をクリックします。何でもいいんですけど、後で自分で見てわかる名前にしておきます。ここではスカイリプレイスメントと入れておきます。ルミナー4動画を初めてご覧になる方、ここ今からルミナー4ならではの編集機能を使うので注目しててください。クリエイティブタブをクリックします。スカイリプレイスメントをクリックします。空のセレクションをクリックします。今日はこちらのドラマティックサンセット2を使います。クリックします。今、空が一瞬で入れ替わったんですけど、他にもたくさん空の種類があるので、詳しくは私の過去動画をご覧ください。今日は個々の紹介は省いておきます。表情のある空に変わりましたよね。空の位置とかビルの境界線あたりのブレンディングとか、もっといろいろ細かく調節することもできるんですけど、拡大してみても今回特に強い違和感もないので、このまま進めていきます。レイヤーを作ります。レイヤーボタンをクリック。プラスボタンをクリック。ここでは新規調整レイヤーを追加をクリックします。まず今日はモノクロで仕上げたいので、エッセンシャルの中から白黒変換をクリックします。そして B に変換をクリックします。このレイヤーの名前をモノクロ変換に変えておきましょうか。レイヤーボタンをクリックします。調整レイヤー1ってなっているところの点々点をクリックします。レイヤー名の変更をクリックします。モノクロ変換に変えておきます。そしてもう一つレイヤーを作ります。プラスをクリックします。新規調整レイヤーを追加をクリックします。そしてエッセンシャルをクリックします。AI 補正をクリックします。この AI アクセントを使っていきます。変化を確認しながらスライダーを右にずらしていきます。この AI アクセントっていうのもルミナー4ならではの機能で、自動的に画像の内容を AI が検出してくれて、このスライダーを右にずらしていくだけで露出、ハイライト、シャドウなど基本調整項目を一気に調節してくれる賢い機能です。せっかくルミナー4を使っているので、まずはこれでざっくり全体調整をしておいて、後で細かく調整するっていうのが簡単なのでおすすめです。建物の道路に面している部分のシャドウは残しておきたいので、とりあえず今のところは30ぐらいにしておきます。これが AI 補正前です。で、これが AI 補正後です。で、このレイヤーにも名前をつけておきます。AI 補正とします。で、この写真全体的に今見ていて、この道路の部分だけ部分的にちょっと明るくしたいと思います。もう一回レイヤーを作ります。レイヤーをクリックして、プラスボタンを押します。新規調整レイヤーを追加します。ここではちょっと部分的に明るくしていくということで、マスクを使っていきます。エッセンシャルをクリックします。
ライトをクリックします。そしてマスクを編集をクリックします。放射状マスクをクリックします。そして明るくしたい範囲をクリック&ドラッグで選択します。この円の形も自由に変えることができます。これぐらいでいいかな。もう少し細くしておこう。で、今選択したところを反転しておきます。こちらの反転ボタンを押します。そして露出を上げていきます。0.9 ぐらいにしておきます。さっきまで隣のビルと一緒に影に入っていて、のぺっとした感じになっていた道路に少し光が差し込んだ感じになって表情が出ましたね。このレイヤーにも名前を入れておきます。道路、光としておきます。そしてまた次のレイヤーを作ります。プラスをクリックして新規調整レイヤーを追加。エッセンシャルからライトを選択します。今から全体的に整えていきます。露出を上げていきます。0.8 ぐらいにしておきます。そして次、スマートコントラストを使います。実はこのスマートコントラストっていう機能もルミナー4ならではの機能で、他の編集ソフトにももちろんコントラストってあるんですけど、ルミナー4のスマートコントラストっていうのは何でもかんでも同じコントラストをかけていくわけではなくて、AI が一枚一枚の写真の状況を把握して、その写真に合った自然なコントラストを入れてくれるっていう、これまた賢いコントラスト機能になってます。これぐらいでいいですね。33にしておきます。で、さらにキリッとした感じにしたいので、次はシャープを上げていきます。ディテール補正をクリックします。シャープ2を上げていきます。これも30ぐらいでいいですね。で、建物のこういう細かいラインがありますよね。この辺をビシッとシャープにしたいので、細かなディテールを上げていきます。24にしておきます。これ一気にディテールがキリッとするんですよ。私は好み的にはこの辺で少し柔らかめなニュアンスを残した感じのまま編集終わってもいいと思うんですけど、あとワンステップ加えてみます。AI ストラクチャーをクリックします。で、この量と増強を上げていきます。このストラクチャっていうのはライトルームでいうところの明瞭度のことだと思うんですけど、なんて説明したらいいのかわからないので、どういう効果かっていうのはちょっと一回見てもらうとわかりやすいです。量を一回全部上げてみます。ちょっとね、口で説明できないのが歯がゆいんですけど、画像が明瞭になりましたよね。これ100でも特に変ではないですよね。もうほんと好みっていう感じだと思います。まあでもやりすぎもどうかなと思うので少し下げます。40ぐらいにしておきます。で、こちらの増強もちょっとね、効果見てもらった方が早いので全部上げちゃいます。これだいぶワイルドな雰囲気になりますよね。これも特に100まで上げても変ではないと思うんですけど、やっぱりちょっとやりすぎもどうかなと思うので下げていきます。まあ30ぐらいでも十分効果出てるんじゃないかなと思います。今回はこれで完成にしようと思います。編集前と見比べます。こうやって見比べるとだいぶドラマチックなモノクロに仕上がったんじゃないかなと思います。最後の AI ストラクチャーのところでちょっと言い忘れたんですけど、今回の写真の場合は景色写真なので AI ストラクチャー効果が画像全体に加わったんですけど、例えばこれが手前に人物がいて背景に景色があるっていうような写真の場合には、景色や背景にだけこの AI ストラクチャー効果を加えてくれます。人物の肌とかにはストラクチャー効果必要ないですからね。それでは今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。
い。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズの方でやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。